ソリッドスネークです。あれ君なんか写真と違うな。今回は、メタルギア2、ソリッドスネークのビッグボス RTA について解説します。ビッグボスの取得条件ですが、こんな感じです。結構厳しいことがわかるかと思います。それでは、早速プレイしていきましょうかね。難易度を選んだ瞬間にタイマースタート。ソリッドでもおなじみとなっているキャンベルと通信します。本作は上下左右と匍匐でしか移動できませんので、いかに最短ルートを通るかが鍵となります。また、メタルギア1と異なり、反転するときと匍匐から起き上がるときに独特のラグがあります。なれど、ビッグボスではレーションによる回復はできませんが、ストーリーに必須になりますので回収していきます。この辺は最速でいかないと金網を抜けた先の兵士に間に合いませんので、地味にリセットポイントです。間に合いました。あとは道なりに敵兵を敵に殴りながら進んでいきます。メタルギア1では不要でしたが、本作必須のハンドガンを回収。なお、匍匐して穴を通り抜けるときはできるだけ穴の正面で匍匐するようにしましょう。少しずれていても自動で位置合わせされますが、匍匐の速度で位置合わせされるため少し遅くなります。ザンジバービルに入るまでの一連の挙動はほど意味がある行為ですので、参考にしてみてください。ここは立ち上がると逆にロスになるので、そのまま匍匐で進んで OK です。潜入に成功しました。匍匐から起き上がった後の移動開始まで独特なラグがあるので慣れましょう。理由はエレベータに乗る際もこのラグをうまく使いこなす必要があるからです。全てはタイムのためだからね。通信が来ていますが、進行に関係のない通信は無視。2位なんだろ。拒否する。まずはビル2階に向かいましょう。途中一瞬立ち止まったりしているのは敵兵の視界を回避するためです。エレベータに乗るときは匍匐して入った方がエレベータ内での移動量が少なくなるため少し速くなります。動画のように移動すると敵兵士の何の音だというポップアップを省略でき、タイム短縮ができます。3階のマルフ博士の場所まで向かいます。アイテム選択のタイムに影響するため早くします。マルフ博士は偽物でした。というわけで最初のボス戦、ブラック忍者です。自由気ままに動き回りワープしながら避ける困難な手裏剣攻撃をしてきます。真正面からドンパチするとスネークの体力が少ないため負けます。普通に負けることがある思わぬ強敵です。やられちまう。そのため手裏剣を避けるか攻撃してこないパターンを引くことをお祈りする必要があります。運が悪いパターンを引くとひたすら遅延行為されリセットやむなしの状態になります。余談ではありますが、ハンドガンは10発残すことを心がけてください。撃破しました。なんと正体はでした。気になる人はメタルギア1をプレイしてみてください。忍者を倒すタイミングによって隣の部屋の監視カメラ、兵士の位置が変わります。見つかりそうな場合はガス室で待機して場所をずらしてから移動してください。忍者の遺言に従いグリーンベレーの男を探します。まずは 1F に移動します。1F に移動したら敵兵を無力化しつつ反時計回りに移動します。わざと見つかり時計回りで行った方が速くなるのですが、非発見回数の猶予が減るため今回は採用しません。2% では必須ルートです。
ました。こいつをこれから尾行する形になります。だるまさんが転んだを繰り返します。途中で接触したりするとどこかへ行ってしまい、警戒を解いた後再度やり直しになってしまいます。どこ行くねここからはただついていくだけですので早送り。兵士を尾行して迷いの森を抜けるまではマップが作成されないためスキップすることはできません。楽しいな。最後のマップは近づきすぎると接触して発見されてしまうため少し遅らせましょう。マッドナー博士はひたすらタップコードを打ち続けているためそれに合わせた周波数で通信します。なお HD コレクション版ではタップコードの記述を見つけられません。どなたか教えてください。一度迷いの森を抜けるとマップが登録されるため迷わない森になります。続いて北東の武器庫に向かいます。向かう途中の砂漠で必須アイテムの地雷を入手しておきます。7つ集めたら移動します。ここでも通信は無視。いいなんだろ拒否する。底なし沼エリアですがアイテム等で通路を可視化することはできません。動画上に参考ルートを表示します。途中で沈んだりしてタイムロスがあると敵兵の位置が変わるため注意してください。なんだこのおっさん。一周回っていきやがってて草ですが追いつくことはできないため地雷を仕掛けて倒します。記録狙いでは動画のように攻略しますが一度エアを出ると酸素ゲージを回復できますので安定して倒すことができます。ボスは常に対角線上に移動しようとするため左右に動くことで地雷に誘導します。ということで撃破できましたが本難易度では少しタイミングがずれるとこちらが死にます。カード3を手に入れましたのでザンジバービルに戻ります。加速。ランニングマンから入手したカードキーを使用し新たなエリアに入ります。右側通路を最速で進み途中の壁を殴って敵兵を誘導しておきます。対空ミサイルを入手します。ファインド B 専用武器のように思われがちですが普通に敵兵を攻撃可能です。ですが装備中は井戸まだ怪しがっている敵兵を殴りつつ来た通路を戻り地雷があった砂漠地帯までまた移動します。
MGS1 もそうですが、この頃の小島作品はあそこまで戻るのかよという箇所が多い印象です。容量が限られてますからね。しょうがないね。サガッチ隊では再度心眼を使用し地雷を避けていきますが、一部踏み抜き体力と引き換えに時間短縮を狙います。足音が鳴る沖縄の砂地エリアもあえて音を立てて正面突破していきます。続いてのボス、メタルギア1から連続登場のファインド D です。戦闘開始まで約20秒ありますので小休憩しましょう。ちなみに次回作の MGS1 でも登場します。俺はこれからうるさいハエを落としてくる。動けるようになったらすぐに右のマップに移動し、対空ミサイルを装備して射出しましょう。反時計回りに移動するため、スネークがいるマップに来るまでに倒せなければ実質メモーバーゲットしました。それでは通路を塞ぐ邪魔者も撃破しましたのでタワービルへ向かいます。入る前の敵兵誘導に少し慣れが必要ですので今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。